にちは、ダイアリー11のちえです。今回は当チャンネル初となるマニラ観光編です。実は昨年の7月にここマニラのオルテガス地区に少しだけ滞在していました。その際に訪れたマニラの歴史地区イントラムロスの観光がものすごく楽しかったので、この動画で皆さんにご紹介したいと思います。まずグラブでタクシーを呼んでオルテガスからイントラムロスへ移動します。先進的な高層ビル群と昔ながらの下町が混在する大都会マニラ。私だけかもしれませんが、日本でいうところの品川にちょっと似ている気がします。タクシーで走ること約40分、イントラムロスに到着しました。今日はここでとある観光ツアーに参加します。バンバイクエコツアーズはイントラムロスの観光スポットをガイドさんと一緒に自転車で巡るツアー。イントラムロスの中はかなり広く、炎天下に歩いて観光するのは大変ですが、自転車なら体力を温存しつつ効率よく回れます。そして一番ユニークなポイントが自転車の素材に竹を採用していること。フィリピンの豊富な天然資源である竹やマニラ麻を使った環境に優しい自転車なんです。店頭に置いてある自転車から好きな1台を選んで軽く試乗してからスタート。最初は独特の乗り心地にちょっと戸惑いましたが、少し走るだけですぐ慣れました。ガイドさんが交通に配慮しながらゆっくり先導してくれるので、とても走りやすいです。イントラムロスはスペイン語で壁の内側という意味。その名が示す通り、城壁に囲まれた城塞都市になっています。パシーク川とマニラ湾に面したこの場所は、もともと他のアジア諸国との交易拠点として栄え、原住民の支配階級が居住していました。当時の呼び名はマイニラッド、水草が生える場所を意味します。そう、これが現在の地名マニラの語源です。1571年にこの地をスペインが征服し、スペイン統治下フィリピンの首都に制定。城塞都市イントラムロスが建設されました。城壁内は現在も石畳の道やスペイン風の建築など当時の風景が維持されていて、まるで16世紀にタイムスリップしたような気分が味わえます。最初のスポットに到着。これは第二次大戦時に日本軍が設置した砲台です。フィリピンは歴史上スペイン、アメリカ、そして日本による統治を受けてきました。ここイントラムロスもその3カ国の軍事拠点としての歴史を持ちます。イントラムロスにはもともと8つの門がありました。こちらは現存している門のうちの一つのプエルタレアル門。このプエルタレアル門はイギリス軍の侵攻で一度破壊され、その後第二次世界大戦でも破壊されて2度再建されています。ここでガイドさんの説明によって私が初めて知ったことがありました。イントラムロスは実は1762年の10月から約1年半イギリスに占領されていたそうです。当時イギリスはフランスと7年戦争で対立していて、スペインはフランス側について参戦を表明していました。これを受けてイギリス軍はスペインの占領下であり、貿易拠点としても重要だったイントラムロスを攻撃し占領したんです。スペイン、アメリカ、日本の3カ国だけでなく、イギリスにも占領された歴史があったんですね。プエルタレアル門の近くから城壁の上に登ることができます。眼下に広がるのは城壁の外側の堀を利用して作られたイントラムロスゴルフコース。そしてその奥に見える建物がマニラで最も古い5つ星ホテル、ザ・マニラホテルです。2つ目の門に到着。このプエルタ・デル・パリアン門は主に中国商人の出入りに使われたそうです。
イントラムロス内の居住はスペイン人とメスティーソ、いわゆるハーフの人たちのみが許され、原住民と中国系移民たちには城壁の外に居住区が設けられました。そのうちの中国系カトリックのための居住区が現在世界最古の中華街として知られるビノンド地区です。続いてのスポットはローマ広場。この広場はスペイン統治時代には大きな広場を意味するマヨール広場、その後のアメリカ統治時代には当時のアメリカ大統領の名前を取ってマッキンリー広場、さらにその後フィリピン初のカトリック枢機卿が誕生した際に現在のローマ広場に改名されました。まさにフィリピンの複雑な歴史を反映している広場です。すぐ横に1571年に建設されカトリック大司教区の本館となっているマニラ大聖堂があります。火災、地震、戦争で何度も倒壊し、なんと7回も再建されたそうです。荘厳な内部にはフィリピン人アーティストによる美しいステンドグラスや2500本ものパイプを持つアジア最大のパイプオルガンがあります。次のスポットも歴史的な教会です。1571年に建設されたフィリピン最古の教会、サンアグスチン教会。この教会も災害や戦争で何度も損傷しましたが、3度目の再建以降は奇跡的に倒壊を免れ、部分的に修復を繰り返しながら現在の姿を保っています。ユネスコの世界遺産にも登録されているサンアグスチン教会はフィリピンで最も美しい教会とも言われ、ここで結婚式を挙げることが憧れというフィリピン人も多いそうです。最後のスポットはサンチャゴ要塞。1571年、スペイン統治下において建設されました。サンチャゴとはスペインの守護聖人聖ヤコブのことで、正門には聖ヤコブのレリーフが施されています。この要塞もスペイン、イギリス、アメリカ、日本の4カ国の占領を変遷してきました。フィリピン革命の英雄とされるホセ・リサールは処刑の前、この要塞の監獄に収監されていました。この小さな入り口から要塞の地下牢に入ることができます。この地下牢は海に面していて、満潮時に水を引くと水没する設計になっていました。第二次大戦時、日本軍はこの地下牢に600人以上の捕虜を収容し溺死させました。実際に訪れると恐ろしく狭い場所にとてもありえない人数が収容されていたことがよくわかります。またこちらには10万人以上ものフィリピン人が命を落としたマニラ市街戦での犠牲者たちの写真も展示されていました。かなりショッキングですが、戦争の歴史を知る上でとても重要な史跡だと思います。以上、約2時間半のツアーを終えて出発地点に戻ってきました。最後にこちらのバーでアイスクリームのサービス。嬉しいことにこれもツアーに含まれています。自転車を漕いでほてった体に冷たいアイスが染み当たってとても美味しいです。今回紹介したのはバンバイクエコツアーズの超ダイジェスト版です。実際は各スポットでガイドさんのかなり詳細な説明が受けられるので、イントラムロス観光の際にはぜひ体験してみてください。2024年2月現在、料金は35ドルでウェブサイトから予約できます。最後にもう一つとても素敵なスポットを紹介したいと思います。バンバイクエコツアーズと同じ建物内にあるカーサマニラ。スペイン統治時代のフィリピン人富裕層の邸宅を再現した博物館で、豪華絢爛な家具の数々から当時の優雅な暮らしを伺えます。こちらは動画撮影不可だったため、中の一部を写真でご紹介します。カーサマニラは大きく中2階と2階で構成されています。玄関を兼ねる中2階はスペイン語でエントレスエロと呼ばれます。ここには待合室や商談スペース、事務室、そしてゲスト用の寝室などがありました。
この寝室のベッドには先ほど触れた世界最古の中華街ビノンド地区の職人による彫刻が施されています。この職人はサイン代わりにこのようなかぼちゃを彫ったそうです。商談や事務を行うスペースはデスパチョと呼ばれます。エスクリトリオという名前のこの事務机はビジネスパートナーと向かい合って商談できるように設計されています。この重厚なしつらえの箱はバウルムンド、17世紀の家具で重要な書類の保管に使用されたそうです。2階の最初の部屋は階段。ゲストをもてなす応接間で軽食を取るスペースやゲームを行うスペースなどが設けられていました。これはバストネラといってゲストが帽子や傘をかけておくラックです。そしてこのディバンと呼ばれる長椅子は横になって昼寝をするスペースだったそうです。こちらのサイドテーブルには美しい象眼が施されています。当時象眼が盛んだったパンパン画集のものだそうです。こちらの窓は一見ガラスに見えますが、実はカピス貝でできています。そして直射日光を防ぐ木製ルーパーが取り付けられています。全体的にスペイン風の空間ですが、こういったところに南国らしさが感じられますね。階段の奥の部屋がメインホールのサラです。ご覧の通り最も豪華な作りで、重要なゲストを招いてパーティーや音楽会などが行われていました。天井のシャンデリアはクリスタル製。19世紀初頭のスクエアピアノや大型のハープも置かれています。こちらはオラトリオ、祭壇を備えた礼拝室です。そしてこっちはコメドールと呼ばれるダイニングルーム。18人座れる長テーブルの上には当時の人力扇風機バンカーが吊り下がっています。紐を引っ張ってフレームを動かし風を起こしていたそうです。細かいところまで見事な装飾があったり、あちこちに当時ならではの仕組みが見られたり、本当に見どころいっぱいで何時間でもいたくなるような博物館でした。歴史にあまり興味がない人でも芸術鑑賞の気分で気軽に楽しめると思います。大都会マニラの中心で今なお16世紀の空気が息づくイントラムロス。他のアジア諸国と比べてもかなり異質なフィリピンならではの歴史文化の変遷を体感できます。フィリピンに来たら絶対に訪れてほしい超おすすめのスポットです。